皆さんこんにちは、ピノミです。突然ですが、皆さんの中で虫歯になった経験がある方って少なからずいらっしゃいますよね。その時に銀歯を選択した方って結構いらっしゃると思うんですよ。私自身も奥歯に銀歯がですね、中学校の時に入れた銀歯っていうのが一つあって、それを取り外してみたら中がとんでもないことになっていたので、今日はそちらの話をしていきたいと思います。もしすでに銀歯を入れて何年も経過している方であったり、銀歯自体の見た目が気になっているって方がいらっしゃいましたら、本日の動画参考にしていただけたら嬉しいです。こちらのチャンネルでは肌や歯に関することを私の実体験を交えながら発信しているチャンネルになります。もし今日の動画が少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。何年も前からクリーニングや定期検診でお世話になっている歯医者さんがあって、そこの先生から15年以上前にですね、入れた銀歯に関して、こちらの銀歯がすでに変色し始めているので、できたらこちら交換した方がいいよと数年前から何度か言われていたことがありました。歯の矯正もしていたこともあって、心理的に銀歯に再度また変え直すのも、ちょっと見た目も良くないし、だからといってハイブリッドとかですね、セラミックにするのも金額的にちょっとなーって出し渋っていて、さらに、ちょっと仕事の関係で海外にいたっていうのもあって、その状態っていうのをずっと放置していた部分があったんですね。それでもここ最近口を大きく開けたり、結構大きな口で笑ったりする時にちらっと見えることが結構あって、この奥歯の銀歯自体がですね、それがやっぱり見た目的にも嫌だなっていう風に感じる気持ちが強くなったところで、やっと重い腰を上げてこの銀歯を交換しようという気持ちに至ったっていうのが、ちょっと最初の経緯になります。いよいよ治療を開始して銀歯を取る段階に入っていくじゃないですか。その歯医者さんでは、例えばクリーニングをしている時に磨き残しが強いところであったり、気になるところや、あと虫歯があるところに関しては、その都度写真を撮って一緒にモニターで確認をするっていう作業を一緒にしていくんですけど、その時に銀歯を開けたところの写真をですね、見た時がすごい衝撃的で、このかぶせ物をしていた中のほぼ大半が虫歯でもう侵食されていた状態だったんです。恐怖映像でした。もう少し遅ければもう虫歯がほぼもう全部回っちゃって、全部の歯自体を失いかねないところの寸前まで行っていたような状態だったんです。銀歯自体の素材自体も劣化していきますし、この銀歯と歯の間の段差であったり、そういうところからやっぱ虫歯菌とかですね、汚れっていうのが入ってって、そこから悪化していくっていう状況があるみたいなんです。では、なんでここまで放置してたんだよ、なんでここまで気づかなかったんだよっていう風になりますよね。私のケースの場合で怖いケースなんですけど、この最初に銀歯を入れた時点で私の神経まで抜いていたんですよね。なので虫歯がこの銀歯の中で広がっていて痛みが出たとしても、私は神経がなかったので、痛みを感じません。なので知る由っていうものもなかったし、サインもなかったっていうのが、とても怖いところだなと今もすごく思っています。銀歯自体に寿命があるっていうのは知っていたし、変色は進んでいたけど、痛みとか特にそういった変化っていうのがないから大丈夫だろうって最初は思ってたんですけど、今思えば、神経ないから痛くないの当たり前じゃんっていう、ちょっと本当バカなツッコミをちょっと自分でしてしまったっていうのがあります。かなりの反省点ですね。それでも銀歯の歯が神経残ってるし、そこまで大事になることはないよっていうふうに思ってる方いらっしゃいますよね。
たとえ痛みを感じなくともやっぱり時間が経った銀歯っていうのはそういったリスクっていうのはかなり高いですし、もしよろしければ今一度歯医者さんの方に行って定期検診を受けて、そういった銀歯にリスクがないかっていうのを例えばレントゲンなども取って確認していただくことを、私的には私のこの経験上おすすめしたいなと思っています。奥歯は硬いものを強く噛む場所だし、強い力が加わるということで、銀歯かまたは自費診療になるけどセラミックかハイブリッドセラミックにした方がいいよと先生から指示を受けていました。私は結局セラミックですね、ハイブリッドセラミックの方を選んで、自費診療なので金額はこの一つの歯で13万円かかりました。なぜそこまでかかったかと言いますと、やっぱり虫歯が進行していたせいで一部の歯を隠すっていうのでは足りなくって、結局奥歯全体をかぶせる形にしたので、その分面積も広くなって、そのセラミックのハイブリッドセラミックの金額が高くなったっていうのが原因になります。例えば前回虫歯になった時に別の歯ですね、一部の部分だけハイブリッドセラミックでかぶせ物をしたので、その時は3万円から4万円で買えた覚えがありました。あとはこの前歯の2つのですね間に虫歯ができてしまった時があって、その時は、前歯は噛む時に強い力が比較的加わらないということで保険治療のレジンで対応して、虫歯の部分を埋めたということもありました。ということで成人するまでは最初のその問題の銀歯一部だけしか虫歯になったことがなかったんですけど、成人してからはちょくちょく虫歯になるようになってきてしまって、そしてなりやすい傾向っていうのがあるので、今ではもう定期的に、定期検診であったり歯のクリーニングっていうのをその歯医者さんでしてもらって予防しているっていう感じになります。きっと食生活の変化とかそういったものも関係してるんですかね。もっと早くこの例の問題の銀歯部分っていうのを変えてあげれば、治療費であったり、あと治療期間っていったもの、さらにはもう何より健康な歯自体の削る部分っていうのを、最小限に抑えられたっていうのもありますし、もう本当にこれはもっと早く見てあげた方が良かったなっていう私自身のもう失敗談から来るお話でした。といってもセラミックにも寿命がありますし、銀歯と同様虫歯になるリスクっていうのは、それなりにあるんですよね。で、そういったリスクとかを考慮した時に何が一番いいかっていうと、金歯らしいです。金歯です。神秘的な意味ですね。見た目的には個人的にはアウトなんですけど、いやアウトじゃないですか。そして10年に一度例えばセラミックとかハイブリッドセラミックを交換していくっていうのってやっぱりお財布的にも優しくないですし、今後どうやってメンテナンスというかよりよくやっていこうかなっていうのをちょっと今模索中というか考えてるところです。もし何かいい方法ですね、金歯をいろいろ神秘的にも、メンテナンス的にも上回るものっていうのが、アイディアがあるっていう方いらっしゃいましたら、ちょっと教えていただきたいなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。本日は銀歯の中で虫歯が占領していたよという恐怖体験をですね、お話ししてきました。もし今日の動画が少しでも参考になりましたら、高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。